石炭を早くも積み終わった。中東客室のテーブルのほとりは静かで、電灯の光の晴れがましさも虚しい。ブリンジーシーの港を出て以来早20日。普通なら初対面の客とさえ旅の憂さを慰め合うのが航海の習慣であるのに、ちょっとした病気にかこつけて船室の中にこもり、連れの人たちにも話をすることが少なかったのは、人の知らない開墾に頭を悩ましてばかりいたからである。もしも他のことであったならば、詩に読み、歌に読んだ後は、きっと気持ちがすがすがしくもなるだろう。だがこれだけは、あまりに深く私の心に掘り付けられたので、今宵はあたりに人もなく、ボーイが来て電気のスイッチを切るにはまだ間があるようなので、さあその概略を文章に綴ってみよう。私は幼い頃から厳しい家庭教育を受けてきたおかげで、父を早く失っても学問がおろそかになることはなく、19の年には学士号を受け、大学創立以来またとない名誉だと人々にも言われ、某省に勤めて故郷にいる母を都に呼び寄せ、楽しい年月を送ること3年ばかり。館長の受けもとりわけ良かったので、西洋に行って調査してくるようにとの命令を受け、50を超えた母に別れるのもそれほど悲しいとは思わず、はるばると家を離れてベルリンの都に来た。なんという美しい輝きだ、我が目を射ようとするものは。なんという鮮やかな色彩だ、我が心を惑わそうとするものは。両側にある石畳の歩道を歩く何組もの男女を見よ。さまざまな色で飾り立てた礼装を身につけている姿や、顔の良い乙女がパリ風の身なりをしている容姿。車道のアスファルトの上を音も立てずに走るいろいろな馬車など、あれもこれも目を驚かさないものはなかった。けれども私の胸には、たとえどんな場所に遊んでも無用な美観に心を動かすまいとの誓いがあって、常に私を襲い誘惑する外界のものを遮り抑えた。こうして3年ほどは夢のように経ったが、時が来ると包み隠しても包みきれないのは人の好み、自我であろう。ある日の夕暮れ、私はモンビ州街の下宿に帰る途中、灯火の海を渡ってこの狭く薄暗い小道に入った。屋上の手すりに干した敷布や肌着などがまだ取り入れてない人家。頬ひげの長い老人がドアの前に佇んでいる居酒屋。一つの階段はすぐ2階に通じ、他の階段は地下室住まいの鍛冶屋に通じているアパートを通るたびに、心が恍惚となってしばらく佇んだことが何度か知れない。今宵
この場所を通り過ぎようとするとき、閉ざした門の扉に寄りかかって声を抑えて泣く一人の少女がいた。年は16、17であろう。私の足音に驚かされ振り返った顔は、私に詩人の才能がないのでこれを表現することができない。この青く清らかで何か問いたそうに憂いを含んだ目、露を宿した長いまつげに半ば覆われているこの目は、どうして一目見ただけで用心深い私の心の底まで貫いたのか。彼女はドイツ語で、私を救ってください。父は死にました。明日は葬らねばならないのに、家には一銭の蓄えさえないんです。という。あとはすすり泣きの声ばかり。私の目は、このうつむいている少女の震えるうなじにだけ注がれていた。彼女は話しているうちに、思わず私の肩に寄りかかった。人に見られるのが嫌で、足早に歩く少女の後について、大きなドアを入ると、部屋の中央にはなぜか、ここに似つかわしくない高価な花束を生けてある。そのそばに、少女は恥ずかしそうに立っていた。彼女は際立って美しい。父のような色の顔は、灯火に生えて薄い紅を指している。少女は少しなまった言葉で、私を救ってくださいと言って、涙ぐんで身を震わせた。その見上げた目には、相手に嫌とは言わせない、生めかしくこびる態度がある。この目の働きは知ってするのか、また自分では気づかずにするのか。私のポケットには2、3マルクの銀貨はあるが、それで足りそうにもないので、私は時計を外して机の上に置いた。少女は驚き感動した様子に見えて、私が別れの握手のために差し出した手を唇に当て、ハラハラと落ちる熱い涙を私の手の甲に注いだ。はあ、なんという悪い結果を生む原因だ。この恩に礼を言おうと思って自分から私の下宿に来た少女は、ショーペンハウエルを右にし、シルレルを左にして、一日中じっと座っている私の読書の窓辺に一輪の美しい花を咲かせたのだった。彼女は父が貧しかったために十分な教育を受けず、15の時、舞の先生の募集に応じてこの恥ずかしい仕事を教えられ、その後ビクトリア座に出て、今は劇場中第2位の地位を占めるようになった。けれども、詩人ハックレンデルが今の世の奴隷だと言ったように、儚いのは舞姫の身の上だ。少ない給料でつながれ、昼間のおさらい、夜の舞台と厳しく使われ、劇場の化粧部屋に入ってこそ、紅やおしろいで化粧し、美しい衣装をまとっているが、場外では独り身の移植さえ足らずがちなので、その苦労はどんなだろうか。私と少女との交際は次第に頻繁になってゆき、
同胞人にさえ知られてしまい、彼らは早飲み込みして、私がしばしば劇場に出入りして女優と交際しているということを館長のもとに知らせた。そうでなくてさえ、私が甚だ学問の脇道に走っていることを知って憎く思っていた館長は、ついに趣旨を公使館に伝え、私の感触を罷免し解雇した。私は1週間の猶予をお願いして、あれやこれやと思い悩むうち、私の生涯で最も悲痛な思いをさせた2通の手紙に接することになった。この2通はほとんど同時に出したものだったが、一つは母の自筆、もう一つは親族のある人が、母の死を、私がこの上なく慕っている母の死を知らせてきた手紙だった。私が彼女を愛する心が急に強くなって、ついに離れがたい仲となったのはこの時であった。我が身の一大事が前途に横たわり、本当に身の破滅か否かの重大な時期に、恍惚のうちにこの行為に及んだことはどうしようもない。私の運命は迫った。このままで国に帰るなら、学問も未完成で汚名を背負った我が身が浮かぶ瀬はあるまい。だからといってここにとどまるには学士を得る手段がない。この時私を助けたのは、今私の連れの一人である相沢賢吉である。私の面刊が官報に出たのを見て、某新聞社の編集長を説得して、私を社の通信員とし、ベルリンにとどまって政治学問芸術のことなどを報道させることにした。私は彼女の家に身を寄せることになり、エリスと私とはいつとはなしにあるかないかの収入を合わせて苦しい中にも楽しい月日を送っていた。朝のコーヒーが済むと彼女はおさらいに行き、私は京に被害の間口が狭く奥行きだけ大層長い休息所に出かけ、あらゆる新聞を読み、鉛筆を取り出してあれこれと材料を集めた。私の学問はすさんだ。エリスが劇場から帰って椅子にもたれて縫い物などをしているそばの机で、私は新聞の原稿を書いた。明治21年の冬がやってきた。エリスは2、3日前の夜、舞台で倒れたと言って人に助けられて帰ってきた。それ以来気分が悪いと言って休み、物を食べるたびに吐くので、もしかしたらつわりというものであろうと初めて気づいた。ああ、そうでなくてさえおぼつかない我が身の行く末なのに、もし本当だったらどうしようか。この時戸口で人の声がして手紙を持ってきて私に渡した。見ると見覚えのある相沢の筆跡なのに、切手はプロシアのもので消印にはベルリンとある。不審に思いつつ開いて読むと、ゆうべここにお着きになった天方大臣について私も来た。大臣が君に会いたいとおっしゃっているので、すぐに来い。
君の名誉を回復するのもこの時だよ、とある。かわいい独り子を送り出す母親も、こんなには気を配らないだろう。彼女は凍った窓を開け、乱れた髪を北風に吹かせて、私が乗った車を見送った。私が車を降りたのは、ホテルカイゼルホーフの入り口である。久しく踏んでいない大理石の階段を上り、廊下を通って部屋の前まで行ったが、私は少しためらった。同じ大学にいた頃、私の貧困が法制であることを激笑した相沢が、今日はどんな顔をして出迎えるだろうか。部屋に入って向かい合ってみると、彼は姿形こそ昔と比べると太ってたくましくはなっているけれども、以前と同じ快活な気性で、私の過ちをそれほどまでには気にしていなかったと思われる。別れて以後の出来事を細かく述べる暇もなく、連れられて大臣にお目にかかり、依頼されたのは、ドイツ語で書いてある文書で急を要するものを翻訳せよということだった。私が文書を受け取り大臣の部屋を出ると、相沢は昼食を共にしようと言った。テーブルでは彼が多く問い、私が多く答えた。彼の人生は大体順調であったが、不運不幸なのは私の身の上であったからだ。私が胸の内を開いて語った不幸な経歴を聞いて、彼はしばしば驚いたが、私を責めようとはせず、かえって他の平凡な留学生たちを罵った。しかし話が終わった時、彼は顔色を正して諌めることには、学識があり才能のある者が、いつまでも一少女の愛情に関わり合って、目的のない生活を送るべきだろうか。あの少女との関係は、たとえ彼女に誠意があったとしても、たとえ情行は深くなっていたとしても、相手の人物や才能を認めての恋ではない。決意して立て。と、これが彼の言葉のあらましであった。別れて外に出ると、風が顔を打った。太陽で舵を失った船人が、遥かな山を望むようなものが、相沢が私に示した前途の方針である。貧しい中にも楽しいのが今の生活。捨てがたいものはエリスの愛。私の弱い心には決断する手段がなかったが、当面は友人の言葉に従っておいて、この愛情関係を断とうと約束した。私は守るべき大切なものを失うまいと思って、友人に対しては嫌と答えないのが常であった。翻訳は一晩でやり終えた。カイゼルホーフへ通うことがこれ以来次第に頻繁になってゆくうちに、一月ばかり過ぎて、ある日大臣は突然私に向かって、私は明日ロシアに向かって出発しようと思う。ついてくることができるかと尋ねた。この問いは出し抜けに私を驚かした。どうして命令に従わないことがありましょう。私は自分の恥を言おう。この答えはいち早く決断していったのではない。私は自分が信じている人に突然ものを問われたときは、その答えにより生ずる範囲をよく考えずに、とっさのうちにすぐに承諾することがある。そうして承諾した上で、
その難しさに気づいても、承諾した時の思慮のなさを覆い隠し、我慢してこれを実行することがしばしばであるのだ。この日は翻訳代に加え、旅費までも添えていただいたのを持って帰り、翻訳代をエリスに預けた。これでロシアから帰ってくるまでの生活費を支えることができよう。彼女が医者に見せたところ、普通の体ではないという。座長からは、休むのがあまりに長いので席を除いたと言ってよこされた。まだ1月ぐらいなのに、こんなに処置が厳しいのは理由があるからであろう。鉄道では遠くもない旅なので、準備というほどもない。身に合わせて借りた黒い礼服、新たに買い求めた2、3種類の辞書などを小さなカバンに入れただけ。私は旅の支度を整えてドアを閉め、鍵を入り口に住む靴屋の主人に預けて出た。ロシアへの道中については何事を述べることがあろうか。別にない。私の通訳としての任務は、たちまちに私を無理やり引っ張って行き、雲の上のような宮殿に落とした。私が大臣の一行に従ってペーテルブルグにいた間に私を取り巻いていたものは、パリの最高の贅沢を氷と雪の中に映したような王宮の装飾。この時フランス語を最も滑らかに使う者は私なので、客と主人との間を立ち回って通訳するのもまた多くは私だった。この間中、私はエリスを忘れなかった。いや、彼女は手紙をよこしたので忘れることができなかった。またしばらくして手紙は大変思い詰めて書いたようであった。手紙を嫌という字で書き起こしていた。嫌です。あなたを思う心の深い底を今こそ知りました。私の体が普通でないのが次第にはっきりとしてきました。今はひたすらあなたがベルリンにお帰りになる日を待つだけです。ああ、私はこの手紙を見て初めて私の立場を明らかに見ることができた。恥ずかしいのは私の鈍い心である。私と他の人との関係を照らそうとするとき、頼みにしていた胸の中の鏡は曇ってしまっていた。ある日の夕暮れ、大臣はまた私を呼び、今回のロシア行きの苦労を尋ね慰めて後、私と一緒に日本に帰る気はないかとおっしゃった。その様子は断ることができそうにもない。ああ、もしこの手にすがらなければ、国を失い、名誉を挽回できず、広々と果てしない欧州に葬り去られてしまうかと思う気持ちが心を突き上げて起こった。なんという節操のない心だ。私は承知しましたと答えた。私が大臣の一行と共にベルリンに帰ったのはちょうど新年の朝だった。御舎にカバンを持たせて階段を上ろうとするとき、エリスが階段を駆け下りてきた。彼女は一声叫んで私のうなじを抱いた。私は彼女を抱き、彼女の頭を私の肩に寄りかかって、
彼女の喜びの涙がハラハラと肩の上に落ちた。私は手を取って引っ張るエリスに連れられ、急いで部屋に入った。一目見て私は驚いた。机の上には白い木綿やレースがうず高く積み上げられていた。エリスは笑いながら一つの木綿切れ、おむつを取り上げた。そして、私の心の楽しさを想像してください。生まれる子は黒い瞳なのでしょうか。洗礼のために教会に入る日はどんなに嬉しいでしょう。と言った。見上げた目には涙が満ちていた。私の声は出なかった。膝がしきりに震えた。立っているのが耐えられないので、椅子をつかもうとしたまでは覚えているが、そのまま床に倒れてしまった。意識が戻り、様子がわかるようになったのは数週間の後であった。熱が激しく、上ごとばかり言っていた私を、エリスは心を込めて看病してくれた。ある日相沢が訪ねてきて、私が彼女に隠していた一部始終、あの夕方の大臣に申し上げた承諾を教えた。彼女は私の名前を呼んで罵り、髪をむしり、涙を流して泣いた。私は初めて病床に控えているエリスを見て、その変わってしまった姿に驚いた。彼女はこの数週間のうちに大層痩せて、血走った目はくぼみ、灰色の方はこけ落ちていた。私の病気は全く治った。エリスの生ける屍を抱いて、血筋の涙を流したことが何度あったか。ああ、相沢賢吉のような良い友達は、この世には二度と得難いであろう。しかし私の脳裏には、一点の彼を憎む心が、今日までも残っている。